はい、皆さんこんにちは。今回はスバルのレボーグレイバック見学試乗してまいりました。乗ってみて分かりましたけれども、今までのスバルにない1台になっていましたね。それでは行きましょう。はい、ということで皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。車試乗好きチャンネルです。今まさに新型レボーグレイバック試乗するところに来ております。今回ですね、いつもお世話になっているディーラーさんにお邪魔して見学試乗させていただきましたが、これはですね、最初に結論を言うと新しい発見ですね。しかもですね、今回見学したものはレイバックのボディカラーがセラミックホワイトプラス STI エアロパーツ付きということで、皆さん確認したい方もいるんじゃないでしょうか。じっくり見ていきたいと思いますが、まずグリルですね。このレイバックといえば力強いですね、横一文字のメッキパーツで存在感があるなというのがあります。例のごとくですね、写真で見るよりも実車の方がやっぱいいなと思えるのは車の造形から来るところじゃないですかね。そしてやっぱりセラミックホワイト、かっこいい色ですよね。新型レボーグになってから出てきた色ですけれども、クリスタルパールホワイトに比べて純白ということで好きな色です。レイバックが履いているタイヤサイズはですね、225の55の R18 ということで、スーパーブラックハイラスター塗装が施されています。そして車の周りを回りつつ STI のエアロパーツ見ていきましょうか。フロント、サイド、リアすべての下に装着されていて、ブラック仕上げのものがついていますね。今回はシルバー調のものとブラックの両方が選べるようです。リアアンダースポイラーですね。やはり STI パーツが黒かっこいいですね。この STI エンブレムとともにですね、存在感あるなというのが分かります。最低地上高ですけれども、ベースとなっているレボーグが 130mm なのに対してこのレイバックは 200mm ということで SUV に仕立て上げられているなというのは感じられますが、この後の試乗で乗り心地がどうなのかというのもチェックしてみたいと思います。それにしてもやっぱりスバル好きにとって STI という言葉は魔法ですよね。とっても気になりますし、つけたくなってしまうパーツということで、今回はですね、このエアロパッケージ、本来であれば23万円のところがキャンペーンで最大19万5000円ということで、約3万5000円安いと、これはちょっとつけたくなっちゃいますね。ちょっと憎いキャンペーンやってるなと思います。そしてレイバックの特徴である上質感、くつろぎということで内装もチェックしていきましょう。何個かですね、驚きの点がありました。まず内装を見ていきますと、こちらの試乗車はですね、オプションのレザーシートが装着されています。それ以外はノーマルということですけれども、早速中に入っていきましょう。まず飛び込んでくるのがドアの内側ですね。こちらですね、ハーマンカードンのスピーカーついてるんですよね。ちょっと驚きました。よくですね、輸入車 BMW なんかについているサウンドシステムですけれども、それをスバルつけてきたかということで、上質感の点で訴求力あるなと。そしてですね、内装の、シートの色合いについては白系が入っていて、今回ですね、この色合いについてもスバルとしては初めてじゃないかなと思います。おしゃれ感というか、そういうのが演出されていると思いますね。そして本革シートで穴あきレザーということで、手触りもかなりいいものになっていました。ご来については今回やはり内装の良さというのをこだわったというのは営業マンの方も言っていましたので、レイバックやるなと思いますね。もともと内装のレイアウトについてはレボーグと同等となっていますので、操作感やボタンの配置などで迷うことはなさそうです。ここら辺がですね、銘打って出てきた、都会派 SUV スバルとして初めてというキャラクターが演出されているなというのは分かりますけれども、この後ですね、ちょっと市場でまだ印象が変わったというのがあります。あとですね、ちょっと小ネタですけれども、かねてより
ちょっと要望があったオートビークルホールド、ブレーキホールドですね、こちらの方は画面から一発で操作できるようになりましたので、ここはレボーグと同様にですね、年次改良されたなというのはあります。メーターもデジタル表示でレボーグと同等ですね。ここら辺の作り込みはもう心配することはないんじゃないかなと思います。またですね、トランクの方もオートトランク付きということになっています。レイバックについてはオプションが3つしかなくてですね、スマートリアビューミラーと本革シート、そしてサンルーフということで、もう組み合わせがほぼ限られている、ワングレードということになっているので、ほぼ迷うことはないんじゃないかなと思います。必要な機能はもうすでに入っていると思いますね。それでは市場の方行ってみましょう。私も興味ありますね。これまでスバルが発売している車とは一味違うんだろうなと思います。では道の方に出まして、まず段差ですね。ここでですね、やはり感じますね。足はレボーグと違ってやはり柔らかさを持っているなというのはすぐに分かります。そして今街を流していますけれども、なるほど、これはですね、都会派 SUV ということで、いわゆるトヨタのハリアーなんかとライバル関係なんじゃないかなと思いますけど、この動的質感の高さというか、静粛性と走りのしっかりさ、これはやっぱり元となっているレボーグのレベルが高いので、これ面白いですね。なんちゃって SUV じゃないんですよ。これ皆さんぜひ試乗していただきたいんですけれども、なるほど、やっぱり今回スバルがですね、上質さですとか乗り心地の良さ、当然ありますよ、あるんですけど、スバルがこういうなんかアーバン SUV というか都会派 SUV という名目で今回レイバック出してきてますけど、結構しっかり走る SUV にはなってますね。なるほどなるほど。このようにですね、段差に入った時にはやはり柔らかさは感じるようになっているんですけれども、よく言われるですね、ふにゃふにゃ感はないんですね。ここら辺はスバルらしいなと。あとですね、今回良かったのはこのいわゆるですね、アラウンドビューモニターというか、全周囲のモニターがですね、ちょうど表示されながら走れるというところで、これいろんな方に使いやすい機能じゃないかなと思います。ただですね、やっぱりこうやって踏み込んで見た時には、そうスバル車だなと思いますね。やっぱりスバルはですね、車作るとスバル車になっちゃうんですね。これ褒め言葉なんですけれども、かなり足というか粘りはありますね。フラフラするところがないというのは、やはり SGP、スバルグローバルプラットフォームので合成が上がっているという素性の良さというのが出ていると思いますし、レイバックはレイバックだとしてもやはり元のレボーグがあるということですね。こうして見た時にこのレイバックという存在は絶妙だなと思わせる点がありますね。ちゃんとした SUV の見た目でアクロにも行っちゃいますっていう雰囲気出しているのはやっぱりフォレスターであったりアウトバックというのがありますけれども、そうではなくてより上質さであったり都会派といったスタイルが良ければこのレイバックを選べるということで、今までなかったラインナップの穴を埋めたという感じですかね。そして乗ってみるとやっぱりスバル車ということで走りがいいということになりますので、上質さプラスでもやっぱり走りは捨てられないという方にちょっと刺さるんじゃないかなと思います。私なんかこのレイバックマニアックな車な気がしますね。刺さる人には刺さりますけれども、スバル車だったらやっぱりレボーグ欲しいなとか、フォレスターがいいな、クロストレックがいいなとかいう方が多いような気がしますけれども、やはり今回ラインナップしたことでスバル車としての全体のラインナップが強化されたという意味が強いような気がしますね。
今回レイバックに乗ってみましたけれども、長距離運転もかなり安定しているので疲れないだろうなと思えるところもありましたし、家族で旅行とかすごくいいんじゃないかなと思いますね。そしてですね、レイバックはやはり価格面でも確認しておきたいと思います。こちらレイバックのカタログになりますけれども、中身を見ていきますと、先ほどお伝えした通りですね、グレードとしては1グレードとなってリミテッドの EX になりますね。搭載されているのは 1.8 リッターの直噴ターボということで、レボグの VN5 1.8 リッターと同等ということですね。本体の寸法関係ですけれども、サイズとしてはですね 4770mm、1820mm、1570mm の高さということになっていますね。そして、気になる車両本体価格ですけれども、399万3000円ということになっていますね。こちらには主に主要装備がですねほぼ全部付きということで、先ほどお伝えした通りですね、オプションは3つしかありませんということになっています。ボディカラー展開はこちらのようになっていまして、これクリスタルパールホワイトないんですね。白を選ぶとセラミックホワイト、こちらの色になるようです。白ですね、この色いいと思いましたね。価格の幅ですけれども、一番高くてですね429万円ということで、オプションすべて3つ付けた場合にこちらの金額になるというのが分かります。トヨタのハリアーのガソリンモデル Z のレザーパッケージの 4WD が450万円ほどなので、それよりは少し安くしているのかなと感じられますね。レイバックの方は見た目は都会派 SUV ですけれども、走りは素晴らしさだったということで、いい発見だったなと思います。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆さんも良いカーライフを。